こんにちは。このチャンネルは個人でのんびり作っているゲームの進捗を紹介しています。先週はアンリアルエンジン向けのダンジョン生成プラグイン 1.5 第1のリリースを予定していましたが、あと少しで、マーケットプレイスへの登録ができそうなので、長らくチュートリアルのビデオを更新していなかったので、その操作方法を今週は紹介したいと思います。で、まずはプラグインの確認ですね。プラグインをすべてのプラグインだからプロシージャーを選ぶと、バージョンは 1.51。今まだベータ版にしていますが、提出時はベータ版ではなくなる予定です。これを有効にしています。まずレベルを作るので、エンプティでもいいんですけども、ライトが欲しいんで、ベーシックのレベルを作ります。で、エディターで作る場合、ランタイムで作る場合、どちらも同じパラメータを使うので、まずは部屋のメッシュセット、データベースを用意します。床、壁、天井のメッシュを用意して、まずは床。通常のグレーのメッシュで部屋を作ろうと思います。これでね、グレーの、壁と、床と壁と部屋、天井も部屋が作れたんですけども、場所によって別のイメージというんですかね、印象を持った部屋を作りたいなというパターン、いろんなパターンを用意したいなっていう時に、上な、例えばキッチン、台所だったりすると、1ではダイニングみたいなメッシュを作りたいなとか。に、こちらはじゃあ青い系統もメッシュを使うと。ワオですね。これと1と2で、0と1で種類を追加することができます。逆にこのメッシュの方のインデックス配列を増やすと、同じ部屋なので違うメッシュを作ることができます。今は全部ランダムで選択するようになっています。で、これで部屋のメッシュのデータベースができました。で、通路側のデータベース。これを今度は用意します。通路も部屋とほぼ同じデータなんですけれども、唯一通路はスロープ、階段とか斜面とか立体的に作るためのパーツが必要なので、スロープで、これが床。グレーでいいかな。ミニカーで天井。これを用意します。ツールも同様に複数種類が作れるんですけれども、今回は1種類のみにします。これで部屋と通路のメッシュのデータベースができたので、次にダンジョンの生成のパラメータを用意します。ここで、部屋のメッシュのデータベース。2のメッシュのデータベース。で、メッシュの一辺が4メートルなので、400を指定します。これで、ダンジョンの生成の、パラメータが準備できました。でーす。
フロアはいらないので、フロアを削除。ここで、ナビゲーションメッシュバウンズボリューム。これを指定します。まあ、位置はどこでもいいんで。で、もう一つが、ダンジョンジェネレートアクター。このアクターを置きます。で、ダンジョンジェネレートアクターのパラメータの中のダンジョンジェネレートパラメータ。これを指定します。で、一度セーブします。20アップス。はい。これで一度実行します。こんな感じで、部屋ができてますね。続いてダンジョンルームセンサーを作っていきます。ルームセンサーは部屋の中に、どういったアクターを生成するとか、いろいろ決められる部屋を囲んだボックスコリジョンを持つアクターで、親は必ずダンジョンルームセンサーベース、これを継承します。名前もわかりやすく、ダンジョンルームセンサーですかね。で、ルームセンサーはもう標準で部屋のサイズを自動で設定してくれるので、アクターとしては特にないのですが、イベントグラフで特徴としてオーバーライドで、アクターがイニシャライズされた時とファイナライズされた時のイベントがあるので、設定します。で、イニシャライズはエディター上で生成される時も呼ばれますし、ランタイム上で生成される時も呼ばれます。で、パーツがリッチゲームとあるんですけど、どんな部屋、それ以外の部屋、ホール、離れ、スタートの部屋、ゴールの部屋っていう部屋の役割みたいなものがここに来て、アイテムはミッショングラフでこの部屋にどんなアイテムを置かないとそのミッションとしてクリアできないかっていう情報が来てます。鍵、普通の鍵とユニークの鍵、ボス部屋等に最後の部屋を開くためのユニークの鍵ですね。この指示が来ます。こんな感じで作ってみました。スタート部屋だったらランダムな位置、部屋のランダムな位置で、ライフルをスポーで、シーケンスで2番目、部屋のアイテム、鍵だったら鍵をスポン、ユニークな鍵だったらユニークな鍵をアクターをスポン、ランダムでですね。これをパラメータに設定します。これでもう一回実行してみましょう。1、4年のため保存。
と、スタート部屋なんで、ライフルがあって、まあ、ライフルは、取れるので、一つすぐと撃つことはできます。一瞬グラフがうまくいってればどこかに鍵は落ちているはずなのですが、もうちょっと進めばあるかな。ありましたね。鍵。取ると、ゲットキーと左上にログが出ます。続いて、ドアを作ります。ドアはあらかじめ作っていたのを紹介するんですが、デフォルトシーンにスタティックメッシュ。これは壁のメッシュを、黄色のマテリアルをつけて設定しています。で、コリジョン、近づいたら自動で開くようにしたいんで、コリジョン用のボックスを設定しています。壁用のメッシュを、囲うようなボックスコリジョンを作って、この範囲に入ったら自動でシャッターは上にある。そのためにタイムラインを用意していて、0.25 秒でスッと上がるようなタイムラインを作って、オーバーラップに近づいたらタイムラインを再生して、スタティックメッシュのロケーション、相対位置をZ方向上に上がるように制御しています。逆に箱から出たら、オーバーラップが終わったら逆再生するようにしています。で、このアクターをドアに設定で、どっちだ ?B キードア設定します。これでもう一回実行してみましょう。そうすると、黄色い扉があるので近づくと開きます。離れると閉じます。で、鍵は取ってるんですけど、さっきのブループリントだと、鍵がなくても扉開いちゃうんで、ブループリントに鍵を持ってるか、鍵を使うかどうかとかの設定もするとよりミッションを攻略している感覚が出てくると思います。で、ちょっと暗いので、他のアクターで、ポーチ。これも、本来ならエフェクトで松明とか、炎の見た目を用意するのはいいと思うんですけど、今回はスフィアの黄色いスフィアを用意して、そうしたアクターを作っています。そしてこれに負荷削減、負荷コントロール用のコントローラーをつけて、コンパイルだ。で、これもバロメーターにトーチライト。トーチナイトは壁の下というよりは上方向に、そうですね。280ぐらいですかね。X 方向に60もあればいいかな。ちょっと当てずっぽうですが。それで実行すると、ライトはつきましたが、ちょっと低い気がしますので、50くらいでいいかな。実行。程よい感じでしたね。10、10、10。もう何にでも
飛びを反応します。こういったようにダンジョンを作っていきます。ここまで来るとミニマップが欲しいと思ってきますよね。ここでミニマップを作る手段を提供しています。まだビジット、ゲーム中の HUD をこんな感じのウィジットを作ってみました。そしてグラフ。ですね、ダンジョンジェネレートアクター。今回はランタイムから自動的にミニマップを作る方法を紹介するんですが、ダンジョンジェネレートアクターを、コンストラクター時に保存しておいて、そのコンストラクト時に、このジェネレートミニマップテクスチャーレイヤー、ウィズスケール、こう実際のメートルを10倍にして、テクスチャーレイヤーとして変数で保存しています。で、ティックしながら、プレイヤーの位置を元に、このミニマップテクスチャーのアプライは関数なんですが、ブループリント内でアクターのロケーションから高さを見て、何階層、このミニマップにも階層を用意しているので、1階、2階、3階というような切り替え用のテクスチャーをここに取得して、ブラシにセットしています。で、こちらの関数では、処置化が終わっていたら、ミニマップのプレイヤーの位置ですね、を掲載しています。こちらは右上のキーの数を表示する。こっちはユニークキーの数をカウントするための関数です。で、このビジットを表示するために、またレベルのブループリントを開きます。右プレイの時もクリエイトウィズットをピホイして、先ほどのプレイゲームのウィジットは生成。その後、リポートに追加。おっぱい。これで実行すると、このように、現在、周辺のマップが表示されます。で、ちょうど、上の階に上がると、ミニマップが切り替わります。今デフォルトの実装では、下の階は出るようになっているので、どんどん上がると、上の階が現れると。こうすることで、判屈なども HUD 上に表示すれば、より迷いにくいですし、フルメニューっていうんですかね、メインメニューのマップ画面にもっと大きい画面を表示するとか、階層をユーザーの操作で切り替えるとか用意すると、策としては、必要な情報がプレイヤーに提供できるはずです。
まで作ってって、ダンジョンは動的に作られるのは分かったと。いろいろな形で作れるから、ローグライクなランダムなダンジョンを作れるけど、見た目がもうちょっとなんとかできないのかと。せめて、重要な部屋、プレイヤーに印象を持てるような、印象に残るような部屋作れないのか、という要望がありまして、デザイナーが作ったサブレベル、それを部屋に、配置する仕組みを提供しています。特にスタートとゴールは非常に物語とも、つながるといいんですかね。あとはゴールもボスに、ボス戦ですごく印象に当たるとか特徴のあるボスを作りたいという要望があるので、個別に設定できるようにしています。で、先に作ったスタート部屋にできるであろうサブレベルを作ったんですけど、このように今は床だけ敷き詰めてるんですが、サブレベルにするときにサブレベル用のこのダンジョンサブレベルスクリプトアクター、これを設定していただいて、今4グリッド、3グリッド、2グリッドで4メートルの嫌なんですが、こう設定しておくと、このようにダンジョンを生成するときのボクセルの情報を可視化することができます。これで例えば、印象的な壁を先に作っておきたいとか、フィールドからダンジョンに入る門を置きたいから、ここに扉とか置きたいっていう時のために、例えば壁を置くと。で、壁を置くと、ここは赤になっていますが、ここへの壁の生成はもう自動的に禁止されます。という情報になってます。で、このような感じで、大壁を並べていって、四角い部屋じゃなくてちょっと違う形の部屋を作りたいなとなったとき、これを90でいいか。15はいいな。こういう感じで。ちょっと斜めにすると。おれよ。これがね、ちょっとはずらしたい。で、この辺に壁を作りたくないなと。裏側に入っちゃうもんな。そういうものを対処するときのために、ダンジョンウォールジェネレーションエクスクルーシブボリューム。これを用意しました。このボリュームと重なったグリッドは、もう壁を生成することを禁止されるので、これだったらワイディンかな。100とかやって、このエリアの生成はしないでね、というふうにサブレベルに登録することができます。
同じ感じで、そうですね。オールマップも作るんですが、ホールもホール部屋のスクリプトもサブレベルのダンジョンにして、この部屋もナイトはないから真っ暗。でもよくて3ですね。な感じに設定しました。で、このサブレベルを配置するためのデータは必要なので、ダンジョンジェネレーターのこのサブレベルデータベース。これを作ります。で、同じように、このスタートレベル。ちょっとここに情報が重複してしまうんですが、と同じ432の部屋で、屋根は自動で作ると。で、床は自動では作らない。フォルスにしてるので、この状態で事前データを生成します。で、パラメータにサブレベルの項目でデータベースを登録。こうしておくと、そうすると、スタート地点は、先ほど作った部屋。オニャンも壁を作だと言ってたので、作ってませんし、壁生成 TC してないところに、壁と扉が作られます。ただ、自動で作った部屋ではないので、先ほどのルームセンサーで無理やり置くということは、ライフルを置くということはできてないので、逆に自分で、アクターに、ライフルの場所を自分で決めることができます。同じようにスタートポイントも自分で決めることができるのです。今回はテンプレートを置いてあったスタートの位置が自動で置かれるので、それを使います。そうすると目の前にライフルあるんで通ります。今度はまた違う位置に扉があるので出ると通常通り遊びを続けることができます。このように、自分で作ったサブレベルも活用できるし、自動で生成もできるし、ミッショングラフを使って攻略するダンジョンも自動生成できる。というチュートリアルを足べながら紹介いたしました。これ、まだメッシ、かっこいいメッシとかね、全然アセット等探していろいろ作って言いたいんですけど、もし、もうすでにいろいろ試されている方は、Twitter、X とか、ハッシュタグ、そうですね、P3TG、プロシージャル 3D ダンジョンジェネレーター、ハッシュタグ等で画像を共有してくれると、すごい制作者としては嬉しいです。個人的にも一通り欲しい機能は作れたので、こっからは自分のゲームの、デザインからよりゲームとして必要な機能をブラッシュアップしていきたいなと考えています。このサンプルの、ソースコードは
GitHub にて、配布予定なので、配布しましたら X 等で、または Twitter の、コミュニティの方に、ご連絡いたしますので、ぜひ参考にしてください。アイディア等もお待ちしてます。はい、今週はここまでです。他にインテリア、内装を自動で生成する仕組みを作ってはいるんですが、まだベータの域を抜けないので、この先いろいろなご意見をいただきながら機能を詰めていきたいと思います。このもし動画がね、気に入っていただけたらチャンネル登録や評価いただけるとものすごく励みになるのでよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。